議員の国保逃れ脱法スキームの全会坊税理士が徹底解説。発端。2025年12月、大阪府議会で1枚のネット広告が議場のモニターに映し出された。フリーランス、社会保険と検索すると出てくるその広告には、月4万円払うだけで、国民健康保険料を年間80万円以上削減できると書いてあった。問題は、その広告の仕組みをすでに実践していたのが、社会保険料を下げる改革を訴えていた政党の議員たちだった。ということだ。つまり、社保下げます。自分たちの脱法スキームでね。ということだった。今日はこの議員の国保逃れ問題を税理士の視点から完全解剖する。人数。日本維新の会が国会議員地方議員ら約800人にアンケートを実施した。結果は衝撃的だった。問題の一般社団法人を知っていると答えた議員49人。加入を勧誘されたことがあると答えた議員19人。維新の会関係者から勧誘を受けたと答えた議員13人。最終的に除名処分を受けたのは6人。兵庫県議2人、神戸市議、尼崎市議、大阪市議、元東京都杉並区議。これだけでも十分衝撃的だが、話はここで終わらない。2026年5月、今から2週間前のこと、今度は参政党の神谷宗平代表が臨時記者会見を開いた。自党の地方議員8人が同じく国保逃れをしていたと公表し、7人を離党勧告、1人を検責、さらに勧誘に関与した党員1人を除名処分とした。計10人への懲戒だ。そして神谷代表はこう言った。他の党を調べてみてください。うちは200人で8人ですから、他の党を絶対調べたらわんさか出てきますよ。徹底調査したらしばらく紙面は困らない。開き直りだが、氷山の一角、という言葉もぴったりくる。手口。では、具体的に何をやっていたのか。舞台は一般社団法人営協連盟京都市。登記簿によれば理事の数はなんと660名超。代表理事は維新の衆議院議員の元秘書だという。スキームの仕組みはこうだ。月4万円ほどの協力金を法人に支払う。一般社団法人の理事に就任する。月1万1700円から2万5000円の役員報酬を受け取る。この低い報酬をベースに社会保険健康保険厚生年金に加入する。国民健康保険と国民年金は脱退できる。理事の業務は何か。月2回メールで届くアンケートに答えること。身の回りに貸し会議室はありますかといった内容で、数分で終わる。会社員として社会保険に入ると、個人事業主としての国民健康保険は支払わなくて済む。という制度の穴を使っている。金額。地方議員の年間報酬はおよそ1400万円。この水準だと、国民健康保険料は年間約110万円になる。このスキームを使うと、月1万1700円の報酬ベースで計算した社会保険料は年間約30万円弱。差額は年間約80万円。月4万円の協力金年48万円を払っても、差し引き年間32万円のプラス。しかも厚生年金にも入れるというおまけ付きだ。これは冒頭で触れた広告の数字とほぼ一致する。脱法。法律を破っているわけじゃないんでしょう。そう思った人もいるはずだ。実際、維新の党自身が報告書の中でこう表現している。現行制度の趣旨を逸脱する脱法的行為。節税と脱法の違いを整理しよう。節税とは、制度が想定している範囲内で合理的に税負担や保険料を減らすこと。例えば IDECO や小規模企業共済の活用がこれに当たる。今回の問題の何がグレーか。理事としての実態がほとんどない点だ。社会保険の会社員加入という仕組みは、雇用関係や事業への実質的な関与を前提として設計されている。月2回のメールアンケートで理事の業務をしたと言えるかどうか。応納負担。収入に応じて保険料を負担するという国民健康保険の根本原理を意図的に回避している点が脱法的と評価される理由だ。末路。議員たちの末路は明確だ。維新は6人を除名処分。参政党は10人を懲戒処分。現職は辞職を求められ、政治生命が実質的に終わった。ただ、ここで一つ問い直したい。割に合ったのかということだ。年間32万円の節約。地方議員として1期4年で見ると128万円。これで議員バッジを失うリスクを背負う。失うのは金だけではない。政治家としての信頼、キャリア、公的な立場、すべてだ。税理士として言わせてもらう。費用対効果が全く見合っていない。では、なぜか賢い人たちがこういう判断をしてしまったのか。偏見。根元原因は正常かバイアスだ。議員たちがこれは絶対にバレない。
最先端の合法スキームだと信じきっていた背景には3つの盲点がある。盲点1、専門家や党関係者のお墨付き、法律のプロが設計した制度の盲点をついた合法スキームです。維新の議員も多く利用しているので問題ないと紹介された議員たちは、これを犯罪ではなく賢い節税テクニックだと思い込んだ。権威による正当化、あの人もやってるなら大丈夫という心理が判断力を狂わせた。盲点に地方議員特有の将来への強い不安。地方議員には退職金もなく、落選すれば即無職、厚生年金もなく、引退後は国民年金だけという不安が常にある。このスキームは社会保険料を安くするだけでなく、将来のキャリアや収入源を確保する一般社団法人の理事になれるという名目で勧誘されていた。目先の節約以上に、その将来設計の甘い蜜に惹かれた面がある。盲点3、みんなで渡れば怖くないの集団心理。49人が知っていると回答していた事実を思い出してほしい。これだけの大人数がやっているのだから、自分一人がやり玉にあげられるはずがない。近年の政治資金問題と同じ構造だ。業界の裏ルールとして定着しているものは安全だという思い込み。これが正常かバイアスの正体だ。彼らはバッジをかけて勝負したのではなく、絶対にバレない安全な裏技でノーリスクの小遣い稼ぎができると高をくくっていた。その認識の甘さが取り返しのつかない事態を招いた。勧誘。なぜここまで広がったのか。仕組みは単純だ。理事の業務の一つに事業拡大への協力が含まれていた。つまり、新しいメンバーを勧誘することが理事業務の中に組み込まれていたのだ。勧誘した人に報酬が入る構造。口コミで広がりやすい MLM 的なモデルだ。実際、勧誘時の常套句はこれだった。違法じゃないかと聞いたら、維新の議員も多く利用しているから問題ないと言われた。しかも東京維新の会では、元国が国保料の支払いを免れる手法を LINE グループで仲間に提案していた事実も明らかになっている。デジタルの口コミがスキームを加速させた。制裁。一社側への直接的な刑事罰は難しいのか。そこに通達という武器がある。2026年3月18日、厚生労働省がついに動いた。通達を出し、実態のない役員就任は認めないと基準を明確化したのだ。重要なのは、これは立法や裁判所の判決を必要としない。通達一本で翌日から運用が変わる。行政の本気度がわかる。制裁の内容は3段階だ。社会保険資格の訴求取り消し、過去2年間に遡って資格が取り消され、その期間分の国民健康保険料が一括で追徴される。安くした分が全部吐き出される上に延滞金まで加算される。法人側の税務調査。一社側が議員から集めていた協力金や報酬の資金の流れが、実態のない架空取引として否認され、法人税の追徴課税が課される。さらに、無資格で社会保険手続きを代行した業者は社労士法違反罰則ありとして別途追及される。数十の業者への一斉調査。厚労省と日本年金機構が数十の類似スキーム業者を対象に調査を開始。業者の顧客リストから一般の利用者にも調査の手が伸びる。逃げ切れるという前提が崩れた。スキームを使い続けることは時限爆弾を抱えることと同義だ。合法。ここまで聞いて勘のいい方は気づいているかもしれない。一人社長がマイクロ法人を作って自分の報酬を設計する方法はどうなの？そう、実態を伴った法人運営を前提にした適法な社会保険料の最適化という考え方は確かに存在する。ただ、それには超えなければならないいくつかの条件がある。名ばかり理事との決定的な違い。そこが肝だ。制度の網が狭まる前に正攻法の節税を分かっている税理士に相談するのがいつの時代も最もコスパの高い選択です。この話はまた別の機会に。興味がある方はチャンネル登録を。今回の国保逃れスキーム、税理士目線でまとめるとこうなります。維新6人除名、参政党10人懲戒、そして他の党もわんさかいるという爆弾発言。年32万円の節約のために議員バッジをかけた660人もの理事を抱える謎の組織が制度を悪用。通達一本で過去2年分の保険料が訴求追徴される。かくして国保逃れのスキームは積んだ。さて、今度はどんなスキームを考えようかな。